こんにちは、有意キャンプです。本日はサブレベルの表示切り替えをしていきたいと思います。ブランクプロジェクトを使って作っていきたいと思います。まずはマップを保存しておきます。サンプルプロジェクトで開かれているレベルに関しては、ワールドパーティションがデフォルトでオンになっていて、パーシスタントレベルが使えないので、こちらのレベルは使用しません。ベースとなるパーシスタントレベルを作ります。コンテンツブラウザから追加したレベルは、初期設定でワールドパーティションの設定はオフになっています。パーシスタントレベルとは必ず読み込まれているレベルを指します。名前がわかりづらいので、ベースというファイル名にしておきます。何も配置されてなくてわかりづらいので、適当なオブジェクトをベースに配置しておきます。次にサブレベルを作っておきます。サブレベルはパーシスタントレベルの子供のようなものになります。サブレベルはストリーミングと呼ばれる機能を使ってロードして表示したり非表示にしたりすることができます。サブレベルのファイル名は1、2、3という3つのレベルにしておきます。今の時点でベースをプレイした時の結果を見ておきます。ライトが存在していないので配置したオブジェクトも見えていません。適当なライトを配置してオブジェクトが見えるようにしておきます。無事ライトが当たってオブジェクトが見えるようになりました。次にパーシスタントレベルにサブレベルを追加していきたいと思います。1、2、3のレベルをサブレベルとして追加していきたいと思います。レベルウィンドウのパーシスタントレベルに対して追加したいサブレベルをドラッグ&ドロップすればサブレベルとして追加することができます。現時点の動作を確認しておきます。次にサブレベルである1、2、3のレベルを表示する処理をブループリントで作っていきます。初期価値にサブレベルの表示をするので、おなじみの begin play から処理をつなげていきます。サブレベルは初期段階でロードされていないので、ロードストリームレベルでサブレベルを読み込んでいきます。続いて2、3も読み込んでいきます。サブレベルの読み込み処理が完成しました。ロードしただけでは表示されないので、レベルのビジブルをオンにする処理を作っていきます。1というサブレベルのビジブルを表示する処理が追加できました。ロードの機能確認のため、1、2、3のレベルにも違うオブジェクトを配置していきます。
ベースを開いたときにサブレベルに配置したオブジェクトも表示されるようになっています。次に2にオブジェクトを配置していきます。サブレベル間でオブジェクトを配置している場合は分かりづらいため、パーシスタントレベルで移動することも可能です。パーシスタントレベルに置いたアクターをサブレベルに配置することも可能です。パーシスタントレベルに立方体を置いて3のサブレベルに移動したいと思います。レベルウィンドウの3を右クリックから選択アクターをレベルへ移動からサブレベルに移動することができます。1、2、3のサブレベルを開いて各オブジェクトを確認しておきます。プレイして挙動を確認してみます。ブループリントで指定した1のレベルが表示されています。次に2、3のレベルも表示してみます。2、3のレベルも表示する処理が完成しました。プレイして確認してみます。無事、1、2、3のレベルが表示されました。次にキーボードで各レベルの表示非表示を切り替えてみます。キーボードの1、2、3に応じて各サブレベルのみを表示させてみます。一度ロードされたサブレベルは指定しない限り破棄されていないので、ビジブル設定のみを追加していきます。キーボード1、2、3で1、2、3のレベルを切り替える処理が組めたので、プレイして確認していきます。無事、キーボードの1、2、3でサブレベルの表示が切り替えることができています。次に別のサブレベルのロード方法を説明します。まずは初期価値のロードストリームレベルの処理を切っておきます。処理を切ったためサブレベルは表示されていません。サブレベルを右クリックしてストリーミング方法変更から常にロード済みを選択します。プレイすると最初からサブレベルが表示されていることが確認できます。サブレベルの利用は担当者のコミットの競合を避けるためにも利用することができます。使ってみてください。
UE キャンプでは初心者が Unreal 5を使ってゲームを作るためのノウハウを動画で配信しています。動画が良かった UE5 を学びたいという方はチャンネル登録よろしくお願いします。Twitter も概要欄にリンクがあるのでフォローよろしくお願いします。